メリノちゃん、電話番号って空でいくつ言える？自分のとあと1個くらい？昔はみんな何十個も覚えてた。でもスマホに任せたら覚えなくなったんです。確かに覚える必要なくなったもんね。今、同じことが考える力でも起きてると言われています。AI を使うと思考力が落ちる？ AI を使うとバカになるってこと？実は MIT の研究で衝撃の数字が AI で文章を書いた人の 83% が5分前に自分が書いた文章を一文も思い出して言えなかった。自分が書いたばっかりの文章を？怖っ。でもここで終わると半分です。本当に思考力は落ちるのか、むしろ伸びる人は何が違うのか、一緒に見ていきましょう。伸びる人？同じ AI なのに差が出るんだ。まず何が起きてるの？一言で言うと、頭の中の作業を外の道具に肩代わりさせること。難しく言うと認知的オフローディング。肩代わり？メモを取る、電卓で計算する、地図アプリで道を調べる、考える手間を道具に預けてる。それなら毎日やってる。便利だし悪いことじゃない。問題は AI がその究極版だってこと。考えることそのものを丸ごと預けられちゃう。メモや電卓どころじゃないんだ。 AI はこれまでの道具と違って考える作業まで肩代わりできる。だから影響が大きい。預けるのは便利だけど、預けすぎるとってことだね。でもなんで預けると思い出せなくなるの？いい質問。 AI が来るずっと前から起きていた例、カーナビです。カーナロンドンのタクシー運転手は25000本の道を頭に入れる。脳を調べたら記憶の部分が普通の人より大きく育っていた。ビ？脳が鍛えて大きくなるんだ。逆にカーナビに頼ってきた人は道を覚える力が弱くなっていた。使わない力は衰えるんです。それ私だ。完全にナビ頼り。カーナビが方向感覚にしたことを今 AI が考える力にしようとしてる。これが思い出せなくなる正体です。なるほど。サボった力から抜けていくんだね。脳は使えば育って使わなければ衰える。考えを預けすぎると思考力が鈍る。筋トレと一緒なんだ。使わないとなまっちゃう。これって私にも起きてるのかな？実はこれプロでも起きています。あるベテランのプログラマーが AI に頼りすぎて自分一人では書けなくなったと告白。書けなくなる？それは怖い。別の調査で面白いことが、 AI を信頼する人ほど考えなくなる。自分を信頼する人ほどよく考えていた。AI が言うなら正しいってつい信じちゃうもんね。そう、AI がやってくれるからいいやが積み重なると頭を使う回数がどんどん減る。なるほど。信じすぎるのも良くないんだね。あなたは大丈夫？こんなサインが出ていたらちょっと注意です。一個当てはまるかも。もう AI は使わない方がいいの？じゃあどうすればいいの？いいえ、使わないのが正解じゃない。今日ここが一番大事なところ。落ちるかどうかは AI のせいじゃない。使い方の順番で決まるんです。順番？さっきの MIT の研究には続きが。先に自分の頭で考えてから AI を使った人は記憶の働きがしっかりしていた。同じ AI なのに順番を変えるだけで？先に答えをもらうと脳はサボる。でも自分で考えてから答え合わせに使うと脳はちゃんと働く。先生に聞く前に自分で解いてみるみたいな。まさにそれ。例えばメールならまず言いたいことを自分で3つ書き、その後 AI に整えてもらう。頭は使ったまま楽もできます。それなら今日からできそう。もう一つのコツは答えを丸飲みしないで本当にともう一歩聞くこと。それで考える力は守られます。自分で考えてからもう一回疑う。よし、覚えた。コツは2つだけ。1つ、先に自分で考えてから渡す。2つ、答えを疑ってもう一歩聞く。 AI は考える相棒になる。使い方次第でむしろ伸びるんだね。今日のまとめ。バカになるは半分本当で
半分間違い、預けっぱなしだと落ちる。自分で考えてから使えば伸びる。順番一つでこんなに変わるんだね。電卓があっても暗算できる人がいるように、AI があっても考える力は自分で選んで残せます。よーし、私もまず自分でを意識してみる。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。見たいテーマはコメントで教えてね。メリノちゃんでした。またね。